こんにちは。今日はとても簡単なプルオーバーを作っていきます。作り方はとてもシンプルですが、とても可愛いプルオーバーが出来上がります。よかったら作ってみてください。その際は高評価と登録とベルマークをオンにしてください。ベルマークをオンにすると動画を公開した時にすぐお知らせが届きます。ぜひベルマークをオンにしてください。今回使う糸はダイソーさんのメランジモヘヤ調。色はホワイト。35g で60メートル。アクリル 100%。使用かぎ針の目安は8号。この糸はこんな感じで柔らかくて少し起毛しています。太さは3ミリぐらいに見えます。この糸を使って編んでいきます。針は8ミリ。太めの針で編んでいきます。あとはマーカーととち割りを使います。まず身ごろを編んでいきます。これはまだ途中です。こんな感じの長方形を作ってから、次に幅を狭くして続けて編んでいきます。まずこの長方形を作ります。これは鎖を編んでこの向きに編んでいます。この長方形のサイズについて、私はこの幅を56センチにしました。56センチで鎖の数は49。私は女性ものの L サイズで、だいたいこの56センチで大丈夫だと思います。ただ、お好みやお体のサイズによって多少変わっても大丈夫です。狭くしてもいいし、逆にずっと広くしても可愛いと思います。で、その際は鎖の数を4の倍数プラス1。それと、この模様の数。これを偶数にします。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12。私はこの模様が12個。で、偶数にしてもらいたいので、少し狭くする場合には10個とか、逆に広くする場合には14とか16とか、この模様の数は偶数にします。私は鎖49でスタートします。鎖編みをします。この鎖は少しゆったりと編んでいきます。このまま必要な数まで編んでいきます。必要な数まで鎖を編んできました。私はここでは小さく作っていきます。最後の鎖にマーカーをつけます。これがこれから編む長方形の角になります。1段目はこの三角を作っていきます。まず鎖4つ。1、2、3、4。マーカーのすぐ隣。ここに未完成の長編み。未完成の長編みは長編みの途中まで。まず絡めて隣。表でも裏でも大丈夫です。糸を出して、今3本あるうちの2本から引き抜きます。これで鎖4つと未完成の長編み。もう一度同じように未完成の長編み。足元1つ飛ばして2つ目に未完成の長編み。1、伸ばして
2本から引き抜きます。これを一度に引き抜きます。これで鎖4つと三角、鎖1つ、足元すぐ隣、ここに長編み、これで鎖三角鎖長編み、これを繰り返していきます。今長編み、次は三角、まず鎖1つ、すぐ隣に未完成の長編み、足元1つ飛ばして2つ目、未完成の長編み、これで未完成の長編み2つ、一度に引き抜いて三角、鎖1つ、この三角の両脇には鎖1つで、またこの長編み、すぐ隣に長編み、また三角を作ります。鎖1つと足元すぐ隣、未完成の長編み、足元1つ飛ばして2つ目、未完成の長編み、一度に引き抜きます。これで三角、鎖1つ長編み、端まで来ました。これが最後の三角、鎖1つ、すぐ隣に長編み1つ、これで1段目が終わりました。次は三角に針を入れて長編み3つ、まず鎖3つ、1、2、3、裏返します。下の三角に針を入れます。この時ここではなくてここに針を入れます。ここがこの三角の上の部分、この糸の上、ここに入れていきます。長編み、あと2つ、2、3、これで長編み3つ。次は長編みの上に長編み、また三角に長編み3つ、この部分長編み、三角、端まで来ました。これで長編み3つ。最後はこのマーカーをつけた
次から数えて1、2、3、ここに長編み、1、2、3、上が2本、下は1本で長編みをします。これで2段目が終わりました。次は3段目。3段目はここと同じです。この2段を繰り返していくだけです。また鎖4つ、1、2、3、4、裏返して、この長編み3つのこことここに未完成の長編み、ここ、次はここ、一度に引き抜いて三角、鎖1つ、長編み、また鎖1つで三角、鎖、長編み、これで端まで編んでいきます。端まで来ました。これが最後の三角、鎖1つ、足元1、2、3、長編み、次はここ、鎖3つで下の三角、この部分に長編み3つ、これで端まで編んでいきます。これを繰り返してしばらく編んでいきます。22センチ編んできました。段数は11段。最後は三角になっています。次にマーカーをつけます。マーカーをつける位置は、まず真ん中の三角と三角の間、模様を数えて真ん中にマーカーをつけます。次に端から1つ、この三角と三角の間の長編みにマーカーをつけます。1つ、こっちも同じ三角1つの次で、ここでこの糸は一旦切っておきます。で、この幅で模様をつなげていきます。今三角、次はこれを裏返して、この長編み3つを編んでいきます。このマーカーのところからスタートします。新しい糸を持ってきて、マーカーのところに針を入れて、新しい糸、この長編みの上から始めます。1、2、3で、またこの三角に針を入れて長編み3つ、
これでこの真ん中につけたマーカーのところまで続けて編んでいきます。中央につけたマーカーのところまで来ました。ここに長編み1つ、これで幅が狭い1段目が終わりました。次は2段目、この三角、今までと同じです。1、2、3、4、裏返してこの幅で編んでいきます。またこことここで三角、これで三角、鎖1つ、今までと同じようにこれを続けていきます。で、これは途中なんですが、これで編んでいきます。こちらも同じようにこの幅で編んでいきます。同じように編んでいくんですが、ここも裏返してスタートします。この三角の次は裏返して裏から長編み3つ、こっちと同じように始まります。新しい糸、このマーカーのところからで、同じところに針を入れて鎖3つ、1、2、3、三角に長編み3つ、このままこのマーカーのところまで、ここでまた折り返して次の段、これで編んでいきます。こっちも同じ、両方とも同じようにこの幅で編んでいきます。分かれたところから34センチ編んできました。段数は15段、最後は長編み3つになっています。次にここで鎖でつないで肩のラインにします。ここが首が当たるところ、今表が上になっています。こちらとこちらに糸が出ています。この糸を使って鎖を編んで、この糸を使って続けて編んでいきます。まずここから表を上にして鎖を編んでいきます。鎖を7個、1、2、3、4、5、6、7、こっちのこのマーカーをつけていたところ、この鎖の1、2、3、ここにつなぎます。で、上が2本、下は1本、これでつなぎます。つながりました。ここが襟上になります。鎖1つで糸を切ります。で、次はこっちの糸、ここからまた編んでいきます。
鎖4つ、1、2、3、4、裏返します。今までと同じように編んでいきます。こことここに三角、対もこのままここまで編んでいきます。鎖の手前まで来ました。今三角を編んだところ、鎖1つ、この鎖の上に長編み、次から鎖の上、鎖1つ、足元すぐ隣のこの鎖、こことここに三角を作ります。これで三角を作ります。鎖1つ、すぐ隣に長編み、この時上が2本で下は1本、長編み、また三角を作ります。鎖1つ、こことここ、これで三角、鎖1つで、この長編みの上、これで鎖の上に三角ができました。次からまた同じ、こことここに三角、でこのまま端まで編んでいきます。端まで来ました。これが最後の三角、下の鎖の1、2、3、長編みをします。次は長編み3つ、鎖3つ、裏返します。今までと同じように三角に長編み3つ、このままずっと続けていきます。今度はこの幅で模様を繰り返していきます。しばらく編んでいきます。この2つの部分を一緒にしたところから52センチ編んできました。この長さは半分に折ってで、同じ裾の長さになるようにします。で、この肩の折り曲げるところはここではなくて少し前に戻って、この模様1つ分、この2段下がって、こんな感じで着たいので、折り曲げるところはここで、この長さが同じになるようにします。こことここ、数を数えて裾が同じ長さになるようにします。
で、最後はこの三角のところで、そうすると一つ段数が変わってきます。それはこの分で調節しているので、最後は両方が三角になるようにします。で、どっちも三角になって好みの長さになったら、次はこの脇を編んでいきます。今まで身ごろを編んできた糸は切らずに休めておきます。次は脇にマーカーをつけます。今裏が上の状態、こっちが表を内側にします。で、この片側は段差があります。もう片方はまっすぐ、ここまで編んでいきます。私はスリットを作るので、ここは編まずにここからここまでを編んでいきます。マーカーをつける位置は、私は裾から1、2、3、4、5、5段と6段の間、長さは11センチ。次は1、2、3、4、5、6、長さは13センチ。マーカーのところ、向こうもで、新しい糸で、ここはしっかりとさせたいので結んでおくと便利です。ここから糸を出して鎖1、2で、次の段、この長編み3つ、この段の端に針を入れます。向こうも同じ長編み3つ、この端に針を入れます。引き抜き、鎖2つ、1、2、またこの段の端、こことここ、模様が揃うようにします。かぶせます。これで引き抜き編み、鎖2つ、次の段、マーカーをつけた角まで来ました。ここは鎖の下から3つ目、1、2、3で、向こうはこの四角の中、引き抜いて、最後はしっかりとさせたいので、ここにもう一つで、このマーカーのところしっかりと止まれば大丈夫です。これでつながりました。鎖1つ、糸を切ります。これで脇がつながりました。もう一方も同じように編んでいきます。両方の脇を合わせました。次に縁を編んでいきます。表と裏を逆にします。今表が上になっています。糸が出ているところから続けて編んでいきます。細編みをします。
鎖1つ、根元に細編み、これが1つ目の細編み。次は鎖2つ、1、2で、三角の真ん中、ここに細編みをします。次も鎖2つ、次はこの長編み、鎖2つ、三角、こんな感じで編んでいきます。1、2、1、2、1、2、これで反対側の角まで編んでいきます。裾の角まで来ました。ここでも鎖2つ、1、2で、このマーカーをつけているところ、これは三角の足元1つ飛ばして2つ目、ここに細編みをします。細編み、鎖1つ、同じところに細編み、これで角に細編み、鎖、細編み。次はスリットの部分、鎖2つ、1、2で、次の段、また鎖、次、で、このスリットの真ん中、またここでも鎖2つで、この合わせ目、ここぐらいに入れていきます。これで引き抜き編み。次はスリットのこっち側、鎖2つで、スリット編んで角まで来ました。また鎖2つ、ここに細編み、鎖2つ、次はここに角を作ります。まずここはここの下から1、2、3、3つ目の鎖、この三角のすぐ隣、ここに細編みをします。鎖1つ、同じところに細編み、これが角になります。細編み、鎖、細編み。次は裾、鎖2つ、三角の真ん中、鎖2つ、長編み、
これで角まで編んでいきます。ここでまた細編み、鎖1つ細編みでスリット編んで、ここは引き抜き編みでまたスリット、ここまで戻ってきます。スタートしたところまでスリット編んでスタートしたところまで来ました。これが最後の段、鎖2つ、最後の段に細編み、鎖2つ、最初の細編みを編んだところ、ここに細編み、鎖1つ、この最初の細編みに引き抜きます。引き抜いて、これで一周しました。鎖1つを編むようにして糸を切ります。引き締めて、これを目立たないところに隠します。で、次は袖ぐり。袖ぐりも同じように編んでいきます。まずこの袖ぐりの脇の下に当たるところ、ここに合わせ目があるので、ここからスタートします。新しい糸でここぐらいから始めます。入れやすいところ、細編みをします。鎖1つ、細編み、鎖2つで三角、で今度はこの長編みの上、鎖2つでこの段、これで一周します。同じように編んで最初の細編みに引き抜きます。最後にこの襟ぐりを編んでいきます。ここからスタートします。この角の部分、ここには背中側の角があります。ここからスタートします。ここは三角のすぐ手前、新しい糸、細編みをします。細編み、鎖2つで三角の中、鎖2つ、長編み、鎖2つ、三角の中、でここは角になっています。まずここに細編み、次は角の部分、ここにすぐ細編み、これで細編み2つ、次からは今までと同じ、でこのままこの部分まで
ここではスリットの時にしたのと同じこの部分で引き抜き編み、細編みではなくて引き抜き編みでこのとんがった部分を作ります。こう編んでスタートしたところまで戻ってきます。えりぐりを編んで一周してきました。最後も鎖2つ、細編み、次はこのまま最初の細編みに引き抜きます。これで角ができました。鎖1つ、糸を切ります。でこの糸端を隠します。他の糸端も出ていたら全部隠します。これで出来上がりました。とても可愛く出来上がっています。部位は深め、首元がすっきりと見えます。丈は短めでとても可愛いシルエットになっています。脇にはスリットを作りました。動きやすくなっています。袖ぐりにはこの部分を作っているのでとても肩が動かしやすく着心地が良くなっています。この襟ぐりの形も着心地が楽です。サイズを測りました。上から下まで54、横幅56、斜めの部分は28、袖売りの部分は27、スリットは13センチ、使った糸の重さは 220g。 こんな感じになりました。最後までご視聴ありがとうございました。